はい、お疲れ様です。今回は久しぶりに英語に関する動画を撮っていきたいと思います。このチャンネルでは以前にも社会人がフィリピンへ短期英語留学をして意味あるか検証といった動画を出しています。英語学習や留学に興味がある方はぜひそちらも見てみてください。今回話したいテーマは、テクノロジーが進化した今、まだ英語を勉強する必要があるのかという話です。もう少し踏み込むと、実際日々英語を業務で使っているエンジニアの目線で、これから英語スキルが必要な場面はどう変わっていくかという問いについて僕なりに考えてみたいと思います。最近は AI や翻訳技術がどんどん進化しています。海外の人とコミュニケーションを取ること自体は昔よりかなり簡単になってきました。例えば Google Pixel の CM などでも海外の言葉を自分の母国語に変換して現地の人と会話をするような機能が紹介されています。英語に限らず外国語を自分の母国語に変換してコミュニケーションできる世界がかなり現実的になっているわけです。さて、今回このテーマについて話そうと思ったきっかけは OpenAI が出したリアルタイム翻訳の API です。API というのは簡単に言うと、ある会社が持っている技術を他の会社や企業が使えるように公開する仕組みです。例えば OpenAI が AI 翻訳の技術を API として提供すると、それを使っていろんなアプリやサービスを作ることができます。僕もそのデモ動画を見たんですが、かなりすごいなと思いました。もちろん翻訳そのものは昔からあります。Google 翻訳のように文字を入力して翻訳文を得るようなサービスはもうかなり身近です。有効で使ったことがある人も多いと思います。ただ今回のポイントはそこではありません。今回大きいのはリアルタイムで音声を翻訳して相手に音声として届けられることです。こういう体験がかなり現実的になっています。仕事で Zoom や Google Meet のようなオンライン会議を使っている人であれば、すでに近い体験をしたことがあるかもしれません。例えば、相手が話した内容が字幕として表示されて、それがリアルタイムで翻訳される機能は一般的になりつつあります。さらに最近では単なる字幕翻訳だけでなく、自分の声や相手の声を、いわゆるクローンボイスのような形で別の言語に変換して伝える機能もベータ機能として出始めています。ベータなんでまだ日本語が対応していなかったり、翻訳が正確じゃなかったりと状況は様々ですが、相手が英語で話しているけれど、自分には日本語の音声として届く。逆に自分が日本語で話しているけど、相手には英語の音声として届く。そういう世界がオンラインではかなり現実的になってきています。なので、翻訳の精度とスピードが実用的なレベルまで上がれば、オンラインの場では1対1だけではなく、複数人の会話でも英語のスキルがない人がテクノロジーの助けを借りて活躍できる未来はかなり見えてきています。そうなると、英語を勉強している人の中には、こう思う人もいると思います。じゃあもう英語を勉強する意味ってないんじゃないか。ここで少し自分の立場について話しておきます。僕は今、現役のエンジニアとして働いていて、これまで7年近く海外の人と一緒に仕事をしてきました。仕事上のコミュニケーションはテキスト、音声問わず全て基本的に英語でやってきました。とはいえ僕は帰国子女ではありませんし、もともと英語が得意だったわけでもありません。今でも完璧ではありませんが、一般的にはある程度英語を話せるレベルにはなっていると思います。客観的なスコアで言うと、IELTS は 6.5、TOEIC は945点あります。そして IT 企業というのは比較的 AI 技術を業務に取り込むのが早いと思っています。新技術は次々に取り込まれて、日々の仕事のやり方が変わってきています。そういう立場から、これからの英語スキルについて話したいと思います。この話を整理するために、今回は英語を使うシチュエーションを4つに分けて考えています。軸は2つあります。1つ目は会話の人数です。1対1の会話なのか、それとも複数人での会話なのか。1対1の会話というのは、自分が日本語話者で、目の前に英語話者が一人いるような状況をイメージしてください。一方で複数人での会話というのは会議やディスカッション、あるいはランチタイムの雑談といった場面です。その場には英語ネイティブの人もいるかもしれません。また、英語は母国語ではないけれど、仕事では普通に英語を使っているような人もいるかもしれません。そういう複数人の中で、自分も英語を使って会話に参加していくような状況です。そして二つ目の軸はオンラインかオフラインかです。オンラインというのは Zoom だったり Google Meet、それから電話とか何かしらのデバイスやインターネット回線を挟んで話しているような状況です。
オフラインというのは実際に同じ場所にいて対面で話している状況です。この2つの軸を掛け合わせると、英語を使うシチュエーションは大きく4つに分かれます。この4つの場面で AI 翻訳がどこまで人間の英語力を代替できるのか考えていきます。まずは1対1でのオンラインの会話です。これは AI 翻訳によってかなり置き換えられる領域だと思います。というか、今の既存の技術でもすでにかなり実用レベルに近いものがあります。例えば自分が英語を全く話せなかったとしても、オンラインで誰かと1対1で話す場合、翻訳ツールを使えばなんとか会話ができるような場面はかなり多いと思います。1対1の会話にはどういった大きな特徴があるかというと、それは相手が待ってくれやすいということです。最初に自分は英語があまり話せないので、翻訳ツールを使いながら話します。このように伝えれば、相手もある程度待ってくれる可能性が高いです。こちらが翻訳結果を確認する時間、相手の発言を理解する時間、自分の返答を翻訳する時間、そういった多少の遅れがあっても、1対1なら会話が成立しやすいです。少なくとも意思疎通するだけを目的としていれば AI 翻訳でかなり対応できるようになっています。次にオフラインの会話です。これもオンラインの1対1とかなり近いところまで来ています。その根拠はウェアラブルデバイスの進化です。最近このような AirPods Pro イヤホンを使って相手の発言を翻訳するような機能も出ています。お互いがこういうデバイスを使えばどちらか一方の言語に完全に合わせなくても会話ができるようになります。また、こういったスマートグラスのような製品も普通に売られています。これで相手が話す英語を日本語に翻訳して文字をメガネ内で見るといったことができるようになります。もちろん多少の不自然さはありますし、テンポも少し遅くなると思います。ただ、1対1というシチュエーションの特徴として、やはり相手に待ってもらうことができます。翻訳ツールを使っているといったことも説明しやすいです。なので、1対1のオフラインの会話でもAI によってかなり言語の壁を越えられる場面が多いのが現実になりつつあります。次に、複数人でのオンラインの会話です。これについては三角で判断保留といったところです。まずここは以前であれば相当に難しい領域だったと思います。複数人の会議やディスカッションの難易度というのは会話のテンポにあると思います。誰かが発言する。それに別の人が反応する。さらに別の人が補足する。そして話題が少しずつ変わっていく。このスピード感の中では AI 翻訳を挟むとどうしてもワンテンポ遅れます。なので、ただ翻訳字幕を見ているだけだと理解はできるけど参加しきれないという状態になりやすいです。ただ、オンラインについてはもともとテクノロジーの上に成り立っている以上、変わっていく可能性があると思っています。とはいえ、遅延が果たしてどこまで短くなるのかと、クローンボイスなどがどう複数人での会話に馴染んでいくのかがまだ未知数です。そしてこれは元も子もない話になってしまうんですが、ここについては人間の言語スキルの方が有利なのは間違いないんですが、そもそもこのレベルの英会話力は相当レベルが高いです。自分でも課題を感じるようなことはまだまだあります。そして最後が複数人でのオフラインの会話です。これは4つの中でテクノロジーが代替する可能性が最も低いと思っています。まず第一に英語を話せることが前提の環境に入っている場面を想像すると難しさが伝わると思います。例えば海外チームとの会議だったり、海外のカンファレンス後の雑談だったり、海外での営業先の訪問だったり、英語話者が多いランチの場だったり、こういう場所では会話が自然なテンポで進みます。自分が翻訳ツールだったり翻訳デバイスを見ている間に話題が次にどんどん進んでいきます。発言したいと思った時にはもう別の人が話していたり、自分が何か言おうとしてもタイミングが合わないといったことは起こりやすいです。しかもオフラインの場合はオンラインよりさらに難しい部分があります。それは会話の情報量が多いことです。表情、視線、空気感、ちょっとした笑い、誰が誰に向かって話しているのか、そういった情報が一気に流れてきます。オンラインであればまだ画面上で字幕を見たり、発言者を確認したりすることもできます。ただオフラインだと会話の流れそのものをその場で感じ取る必要があります。そこで翻訳を手助けしてくれるようなデバイスに意識を向けすぎると、会話全体の流れから取り残されやすいです。実際僕もスマートグラスなどを使ったり試したりしていますが、これは相当訓練がいるなと思いました。ただ補足としてケースバイケースであることもあります。例えば自分が目上の人として異国の地に行く場合、
相手に翻訳デバイスの使用を頼むこともできますし、そもそも相手も自分の言葉を聞く姿勢ができています。なのでテクノロジーの助けを大いに借りることができるはずです。難しいシチュエーションというのは全員がフラットに話している時や自分の立場が下である時に難しくなりやすいかなと思います。もう一つ AI 翻訳には現実的な弱点もあります。それはインフラに依存するということです。今の AI 翻訳のほとんどは基本的にインターネット接続が必要です。もちろん将来的にはオフラインでもかなり高精度に使えるようになる可能性はあります。ただ現時点ではネットワークに依存する場面が多いです。そしてもう一つ絶対に必要なのが電気です。パソコン、スマホ、翻訳デバイス、どれを使いにしてもバッテリーが必要です。都市部であればネットも電気もあるのが普通かもしれません。でも必ずしも全ての場面でそうとは限りません。飛行機、船、移動中、通信が不安定な場所、海外の地方、災害時、イベント会場など、ネットワークや電源が十分に使えない場面は普通にあります。そういう時 AI 翻訳に完全に依存していると急に何もできなくなってしまう可能性があります。一方で自分の頭で考えて自分の口で英語を話せる人はその場でもコミュニケーションを取ることができます。やはり何にも依存なく使えるスキルに価値があるのは間違いないです。ここまでの4つのマトリックスを振り返ると、かなりざっくり言えば4つのうち2つは AI 翻訳でかなり代替できると思います。特に1対1のオンライン、1対1のオフライン、この2つは AI 翻訳の恩恵がかなり大きいです。相手が待ってくれやすく、会話のペースを調整しやすく、翻訳ツールを使う前提を共有しやすい。なので、この領域に関しては、英語が使えない人、英語ができない人でも、これからかなり仕事やコミュニケーションができるようになると思います。一方で複数人多人数でのオンラインあるいはオフラインの会話というのは、まだ英語力の価値がかなり残ると思います。ただし、オンラインの複数人会話については、テクノロジーの進化によって変わる可能性があります。オンライン会議ツールにリアルタイム翻訳、音声翻訳、クローンボイス、文脈理解、要約といった機能が統合されていけば、英語ができない人でも複数人の会議に参加しやすくなる未来はかなり現実的です。ここまでの話は仕事の現場にフォーカスして話してきました。ただこれはあくまでもビジネスの話です。英語を学ぶ価値はそれだけではありません。やっぱり自分の言葉で、自分の口から出た言葉で相手にメッセージを伝えられること。そして相手の言葉を何か仲介を挟まずにそのまま聞いて理解できること。これは何にも代え難い経験だと思っています。なのでこれからは英語学習の立ち位置が少し変わっていくかもしれません。仕事で絶対に必要なスキルというより、趣味としての英語だったり、人と直接つながるための英語、そういった価値がより強く残るのではないかなと思います。はい、ということで今回は AI 時代に英語を勉強する意味はあるのかについて話してみました。このテーマについて皆さんはどう考えているか、ぜひコメントで教えてください。また面白いと感じた方、似た話も聞きたいと思った方、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。